クタスでヨーロッパのバイヤーをしております花戸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はあれですよね、YouTube でよく出てくださっている野口玲さんと一緒にバイイングされたりとかってことも多いって聞きましたけど。そうですね、野口は国内とヨーロッパ両方統括しているんですが、私のはヨーロッパをメインに担当しております。じゃあ結構野口さんと一緒に買い付けに行かれたりとかもされてるってことですか？イタリア、デンマーク、ドイツ、そういったところを中心に一緒にバイイングをしております。今回ですね、アクタス6号店の方からお送りしているんですが、7月26日から9月28日までですね、6号店で USM ハラーのポップアップをしておりまして、今回は USM ハラーをメインにお伝えさせていただければなと思っております。アクタスでも、おそらくなんですが USM さんの方でも、過去最大規模の、イベントになっているのかなというふうに思います。改めてなんですけど、USM ハラーっていうのはどういったものなのか、簡単に概要を説明いただいても大丈夫ですか？はい、USM ハラーに関しては家族経営で、小さな金属の加工業から始まったんですね。そこから1965年に USM ハラーをオフィス家具として開発したところから名を挙げたブランドになっています。こういったチューブというパイプ状のパーツと、あとコネクターという球体状のパーツ、あとこういったパネルっていう基本的なこの3つのパーツから構成されているスチール系の家具になります。このパーツをメインにしてお客様の好きなカスタマイズに応じて大きさだったりだとかカラーだったりだとか好きに選んでいただけるような家具になっています。今回結構奥の方まで結構セクションごとにダイニングコーナーだったりとかオフィスコーナーだったりとか作ってらっしゃるって聞いたんで、奥に進みながらいろいろ解説をお伺いしても大丈夫ですか？はい、もちろんです。お話しさせていただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず何からご説明いただけるんですかね？はい、実際こちらのですね、USM の、組み立て方法というか構造と話をさせていただきます。ちょっと先ほどもお伝えした通り、こういった、チューブ状の、パイプ、あとはですね、この球体状のですね、コネクタというんですけど、こちらとあとパネルのこのパーツによって構成されています。でこういった形でですね、小さいモジュールを水平垂直に好きなだけ連ねていくことで好きなサイズ感、好きなカラーに変えていただけるような構造になっています。一概に USM ハラーといっても本当に決まったこの形っていうものはないので、お客様の求めの大きさだったりだとか、こういうふうに使いたいっていうサイズ感に応じて、こういった形に変えていただけるっていうところが一つ魅力なのかなというふうに思います。カスタマイズのパーツでいうと、基本的には先ほどのパネルっていうところが基本のベースのパーツにはなるんですが、そこに対してこういったガラスのドアをつけたりだとか、こういった形でフラップダウンのパーツをつける。あとはちょっとここにはないんですが、引き出しドロワータイプをつけたりだとか、パネルだけじゃなくて、隠す収納っていうのもこういったパーツをつけることでカスタマイズしていただけるようになってます。カラーバリエーションも豊富に取り揃えています。今14色ですかねのカラーバリエーションからお選びいただけるようになっています。一番人気のこのホワイトのタイプであったりだとか、このベージュカラーも非常に人気というふうに言われてます。去年ぐらいからリリースしたものなんですが、このオリーブグリーンも新色で追加されてから非常に人気のカラーになってます。カラーによってもちろんご自宅の雰囲気もガラッと変わりますし、あとはちょっと差し色でアクセント入れたいなみたいな時にこういったイエローだったりだとか、あとこういったグリーンっていうところも家の中の空間のアクセントとしてご色いただけるかなと思います。パネルの色もですね、例えば側面だけ黄色にするとか、下のベースのボトムのところだけグリーンにするとかっていう風にパネル一つ一つの色も変えていただけるので、選ぶ時すごく逆に迷っちゃうかもしれないんですけど、そこもちょっとどういうインテリアにしようかなみたいな、ちょっと選びながら楽しむみたいなのも一つこの USM カラーの魅力なのかなと思います。その他ですね、カスタマイズも様々していただけまして、例えばこのレッグのパーツですね、通常のレッグのタイプもあるんですが、こういったキャスターのタイプも実はご用意がございます。で、実際にこちらがキャスターついているタイプなんですけれども、こういった感じでストッパーも付きもあるんですが、ストッパーを付けながらトローリーにもしていただけるような感じです。例えばですね、こういった形で、ワゴンから始まって、こういったドロワータイプのチェストっていうところも、別々で使っていたとしても、例えばちょっとライフステージが変わって、少しもうちょっと収納欲しいなみたいな時に、例えばですね、この奥の方に
お話しさせていただくんですが、先ほどのモジュールを2つくっつけてもう少し高さを出すと一気に収納の量が増えるんですね。一番初めに家具を買った時って、これぐらいの収納でいいかなみたいな方もいらっしゃるんですけど、やっぱりお子様が増えたりだとか、家族構成が変わってくると、もう少し収納のものを増やしたいっていう時に、こういった形で2連にしたりだとか、さらにもうちょっと増やしてこういった感じの3連にしたりだとかっていう使い方もしていただけます。あとはこういった感じで向こうにちょっとオリーブグリーンを差し色で入れてるんですが、そういったところもカラーコーディネートの遊び方っていうところでお楽しみいただけるかなと思います。モジュールの中に棚板みたいなのを設置できるんですね。はい、こちらがそうですね、棚板として機能してるんですけれども、こういった感じで小スペースの空間を作ることで少しした小物を入れたりだとかっていう風にも使っていただけますし、あとこちらはドロワータイプになっているので、ちょっと引き出して何か使いたいな、ちょっと物を置いたりだとかっていう風にも使っていただけるかなと思います。こういった感じで穴を開けてこんなのもあるんだ。はい、植物を入れたりだとか、あとはですね、これ側面につけることもできるんですね。で側面につけてここに穴を開けることで猫ちゃんがこう通る穴を作ったりっていう使い方をされている方も過去にいらっしゃいました。組み合わせはおそらく無限大かなと思います。このスチール系の家具ってちょっとこう冷たいイメージがあるじゃないですか。そういったところもこの木材の家具との相性もすごくいいですし、北欧のスカンディナビアのスタイルっていうところにもしっかり合ってくるので、いろんなところでしっかり活躍してくれる家具かなと思います。次はですね、実際にこの US ハムハラーがリビングシーンだったりとかダイニングシーン、あとはワーキングのシーンっていうところに入った時にアクタスの家具と合わせてどう見えるかみたいなのを実際売り場で表現しているので、そちらをご紹介させていただければなと思います。こちらは、ワーキングのシーンになるんですが、こういった感じで、USM テーブルと、あと壁面のこういった感じの収納と、あとはこういったデスクも実際 USM で作ることができるんですね。今デスクとこういった引き出しタイプをつけているんですが、この横にさらに例えばチェストをつけてもっと収納を増やしたりだとか、壁面にですね一面こう USM にして、例えば真ん中テーブル、その他全部収納みたいなところで、初めはデスクとして使ってたものが、デスクが収納のこう延長線上になるみたいな使い方もしていただけるので、お客様が求める形によってこの USM ハラーの形自体も変えていただける感じになるかなと思います。このパンチングのタイプの棚板もございます。例えばテレビボードに使った時にちょっとこうリモコンがトイレにしたりだとか、あとは通気性を良くしたりだとかっていうところでこのパンチングのパネルを使うこともできます。今これちょっと小さいワードローブのような形で使ってるんですが、ハンガーパイプですね、をつけることで、ちょっとした服をかける収納としても使っていただけるようになってます。こういった形で全部ですね、パネルの色も違いますし、一つ一つのこのモジュールの大きさも全部変えてるんですね。同じ大きさのモジュールを作ることももちろん統一感があっていいんですけど、一つ一つ大きさを変えることで中に置く小物もそれぞれこう変えたりだとか、空間にこうメリハリが出て、リズムがあるような空間に仕上がるかなと思います。壁をしっかり見せたい時だとか、あんまりこう重たくしたくない時は、あえて横を抜いたり後ろを抜いたりすることで少しこう抜け感を出しながら軽快さを出すということもできます。続きまして、こちらのダイニングコーナーになります。こちらのダイニングコーナーですね、テーブルは USM のテーブルに対して、今アクタスのこのテクタというブランドのチェアを合わせているんですが、こういった感じで同じスチールの素材のチェアを合わせていただくのももちろん素敵ですし、あるいはもしかしたらここに木材系の家具のチェアとか合わせていただいても面白いかなと思います。後ろのオレンジの部分っていうんですか、あそこの使い方もすごくないですか？そうですね、目隠し的に使ってるみたいなことなんですかね。そうですね、目隠し的に使っていただくっていうこともそうですし、ちょっとこう透けてパンチングの間から透けて物が見えるっていう使い方とか、空間の真ん中に置いてディバイダーっぽくこう使ったりだとか、そういった使い方もしていただきます。裏表がないので、後ろから見ていただいてもすごく綺麗なプロポーションでを保ってるっていうのもこの商品のデザイン的な魅力かなと思います。インテリア好きな人ほどこの USM ハラーを選ぶのって楽しいんじゃないかなと思います。ちょっとこうカラーを入れるのって多分勇気がいると思うんですよね。
で、こういった収納全部例えば黄色とかオレンジにするとやっぱりこれ合うのかなとかっていう方もいらっしゃるんですけど、例えばちょっとこういった小柄なワゴンタイプから色を入れて遊んでみて、でちょっといいなと思ったらもう少し大きくしてみるとかっていう色の使い方も面白いんじゃないかなと思います。アクタスでは 3D でご自宅を再現することもできるので、そういった形でこの色を入れたご自宅もご覧いただけることもできます。このパネルだけちょっと色を変えて黄色にしたいとか、ここだけブルーにしたいとかっていう風なご要望も承っております。続いてはですね、こちらのリビングシーンになります。こちらのシーンはですね、アクタスのアイラーセンのソファーと、あとは USM ハラーのテレビボードとコーヒーテーブルを合わせている空間になります。ガラッと印象変わるかなと思います。こういった布系の生地、ラグもそうですけど、そういったところが入ると一気に印象が変わって、ちょっとご自宅をイメージしていただきやすい空間かなと思います。素材がこういった感じで加わることで、あんまり重たくなりすぎず、なんか軽快な感じでバランスの取れた空間に仕上がっているのかなと思います。こちらもですね、新色のオリーブグリーンを使ったUSM のコーヒーテーブルなんですけど、こういった感じの引き出しをつけたりだとか、あとしっかり上から見てディスプレイが見えるように天板をガラスにしたりだとかっていう風なこだわりのポイントも入れていただいているテーブルかなと思います。店頭で見てるだけでもこの数あるといろんなアイデアが多分湧き出てくると思うので、店頭で物見ながら実際の自分のご自宅と照らし合わせて物選びができるっていうのは楽しいものの選び方なんじゃないかなと思います。このテレビボードもこういった形で短いチューブを一つ下に足していただくだけで、ちょっと下を掃除しやすくしたりだとかっていうのもご要望に合わせてご提案させていただいています。なんでここにパイプをつけて、で棚板を入れることももちろんできるんですが、あえてそういったところを外すことによって高さが出て軽快さも出ますし、あとお掃除ロボットもしっかり通ってお掃除していただきやすいっていう形です。では最後ですね、こちらの空間をご案内させていただきます。こちらは子供部屋として今回スタイリングをさせていただいてるんですが、ああいったデスクももちろん USM ですし、こちらのベッドも実は USM で作ってるんですね。こういった短いチューブを組み合わせて、で中をこういった感じで開けることによってマットレスを置くことができます。おそらく家一見 USM でコーディネートしていただけると思うんですが、ここは USM の可能性みたいなところをしっかりご覧いただける売り場になっているのかなと思います。こういった感じでドロワーのタイプもあったりするんですが、今キッズ部屋ということで安全性っていうところもしっかり担保された家具になってます。例えば一つここを開けた時に、上が開かないようになってるんですね。で全部開くと中の重みで倒れてきちゃうので、そういったところもしっかり考慮された構成になってます。細かい部分なんですけど、ここの裏側にですね、小さい丸がたくさん開いてるんです。でその丸の高さは好きな場所にこのドロワーの位置を変えていただけるので、中にしまうものの高さ、大きさによってこのドロワーの位置も調整していただけるようになっています。お子様のシーンをですね、実際表現しているっていうのが子どもの頃の家具として使ってから、大人になるまで長く使っていただける家具っていうところを一番強いメッセージとしてお伝えさせていただいてるんですけど、長く使っていただける家具って結構いろんな要素があると思うんですよね。ライフステージに応じて大きさ、形を変えることで結果的に長く使える家具につながるっていうところも60年間愛され続けている理由の一つなのかなというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どういう家にしようかなとか、どういう色にしようかなって考えながら家具を選ぶのって買い物をする一つの楽しみ方の魅力の一つかなと思うんですよね。USM に関してはそういったところが本当にフルに楽しんでいただける家具なのかなと思います。やっぱり大きい家具って特に若い方だったりだとか取り入れるのってちょっとまだ抵抗があったりハードルが高かったりすると思うんですけど、USM に関しては本当に小さいモジュールから気軽に取り入れられる家具の一つかなと思うので、そういったところが幅広く愛されている
人気を博している理由なのかなと思います。USM ハラのですね、専門のアプリケーションが店頭の方にございますので、店頭で実際に大きさ、カラーをご覧いただきながら、ちょっとこのパネルだけ色変えたいとかっていうご要望もその場でご対応させていただくので、それをご覧いただいた上で、最終金額もそこでお伝えさせていただいて、ご購入までサポートさせていただいています。組み替えに関しましては、アクタスでもしご購入いただいたUSM ハラであれば、過去の履歴が全て残っているので、例えばここのパネルの色変えたいとかっていう場合も、その履歴をもとに、このパネルだけご購入いただいて、でアクタスの専門の配送業者で組み替えをさせていただいています。なので気軽に店頭でご相談いただければと思います。たくさん組み合わせあるんですけど、小さいところから取り入れたいなみたいな軽い気持ちでぜひ店頭にお越しいただいて、USM ハラ知らなかった方もちょっと検討されていた方もご相談いただければなと思います。以上、アクタスヨーロッパバイヤーの花戸がお送りしました。